皆さんこんにちは。本日の DKTV は、ツインリンクモテギモビリティリゾートモテギですね、ここでタイプ R ミーティングを行っております。ということで、本日はね、モテギでこのタイプ R ミーティング、僕も走りますし、野尻くんも走る、ホンダのエースも、野尻くんもねタイプ R 持ってますから、一緒に走ってみたいと思います。お楽しみに。ミシュランの広報からちょっとね話をいただいて、3月にミシュランのねプライマシー5が出ました。そんなんでね俺も履いてみたいなと思ってたんですけれども、なんと、好評発売でねバックオーダー抱えてましたけれども入荷したということで、履かせていただきます。どんなもんかな、ダメだったらお蔵入り。ミシュランプライマシー5、これ新商品、乗り心地ですとか雨の日の性能ですとか、耐摩耗性の良さとかそういうものを向上したということです。ですので、今回これを履いてモテギまで来てます。一概に言うとね、普通のタイヤって路面をこうコツコツ拾うんだけど、そのコツコツ拾うところがこう角が丸い、だから乗り心地がすごく優しい、そういう感じです。だからこれをね、摩耗するまで履いてみたいと思います。はい、お尻用で開けてみていいですか。いやいや、すみません。はい、なるほど。やめてください。さあ、前回の袖ヶ浦の時はね、9キロ、8キロですごくバランス良かったんですよ。弱オーバーステアで回り込んでくれるっていうね。ただやっぱり10キロ、10キロもやってみたいなっていうね。もう本当にこうサーキットタイムアタック命みたいな人もいますから、そういう人のために10キロ10キロやってみたいと思います。しかしいい車作るね、ホンダもね。タイプ R って NSX のタイプ R 以来ですよ、僕は。足のテストばっかりやってるね、ここのとこね。普段の乗り心地からサーキットのタイムアタックまでいける。で不快になったら戻せばいいっていうね、そういうテストをずっとやってます。それはもう AE86 の豆から一緒ですよ。豆から黒8からやっぱね、足決まるとね乗ってて気持ちいいんだよね。10キロ10キロ結構いいよこれ。クロート向けだね。クロート向け10キロ10キロ、やっぱこう動きが抑えられるからさ、前後とも。動かした方が分かりやすいよ。9キロ8キロの時の方が分かりやすい。1.7 1.76、いけるか。まだ来ないかな。 1.7。 後ろが来るな。まだ後ろがないやつ来てるんだけどね。 1.76 で来てはいるんだけど、ないやつは 1.76 で来てるんだけど、もうちょいか。いい感じだね。1.95 よし。
後ろも 1.78 来たぞ。リアもないやつ来てる。 1.78。いい感じだね。いい感じいい感じ、なかなかいいぞ。なかなかいいぞ。リア 1.76 か。まあまあだね。まあまあいい感じだね。これはもう本当にクロート好みのロールを抑えて安定したコーナリングを目指すっていうところで、だから9キロ8キロに比べると動きはピーキーだと思う。クロート好み、これは。今みたいにオーバーステアが出るっていうのはバネが硬いから、10キロ10キロで9キロ8キロの方がもうちょい粘る。雨の日はやっぱりアンダーが出るからさ、クリップまでに曲げるっていう努力をしないとね、運転手が。だからここでサイドブレーキがついてたら最高にいいんだよ。ちょんちょんちょんってこうクリップの手前で殺せるからね、アンダーを。これサイドついてたらほんとすげえいい車だよこれ。いやー面白い。雨の日は本当面白い。このパワーをさ、いかに路面に伝えるかっていうアクセルワーク、そこがすごく重要。めっちゃ面白いね、雨は。9キロ8キロだとそのロールが分かるから。乗りやすさはやっぱ前の方がある。あるある。
乗りやすさ的なところは。タイムはこっちの方が出るかも。はだからどっちかっていうとね、はクロート好み、もう上級者向けの足、いはいはい10キロ10キロね。で縁石乗ってみたけど跳ねないからさ、はいはい普段の乗り心地はこれでいけると思まだ硬さはあるけど跳ねないぐらいにはなってる。う。だからまあ普通の中級者レベルだったら ST の9キロ8キロで全然いい。はいはいはい。まああとはあれですかね、ドライで袖ヶ浦とか走った時に。ああどうかだね、はうん、ドライの袖ヶ浦やってみたいね、10キロ10キロね。これまあ今日雨ですけど、そんなにこう怖い感じはないですね、今のところ。怖い感じはないけど9キロ8キロの方が穏やかにこう動く。まあ乗れますね。はいこっちはもうロールしないからさ、はい。だからそこがあやっぱり初級中級はは怖いかもしれない。だからもう上級者向けの足。そういうことですね。OKはいです。まあなかなかいい上げるにしてもこのぐらいまでですかね、レートは。と思う上げてな。もこれ以上上げても意味ないと思うな。まあダンパー的にもこれぐらいまでがこのダンパーだったら、これ以上上行きたい場合はあーもううちのもうちょっと上の用途で使えるものはいはいはい。に変えていかないといけないんで、そうだよね。はい、まあだからまあ好みだな。好みですね。好み。だからこういう雨の日のピクって動くのもなんとかなるよっていう人にとっては、まあ1コーナーにしてもそうなんだけど、入ってったらロールしないでロールするかなと思った時にピュッて動くからさ、はい9キロ8キロはロールしてリアが出る。はいはい、面白いわ。面白いですね。めっちゃ面白いわ。コースも久しぶりですね。久々、本当に久々。ああでも面白い。雨は面白い。なかなかいいよ雨は。さあそれではセットを変えます。さっきはね割とダンパーをまあスプリングは変わらない10キロ10キロでフロント3戻しリア3戻しだったの。でもやっぱね雨だとちょい硬いんで、クリックを9戻し、フロントもリアも9戻しでちょっとこうそのバンプスピードをね緩くしてあげようと思ってます。それでどうか1秒ぐらい上がるんじゃないかなと思います。さっきはちょっと硬すぎたかも。雨ではね、雨はねアンダー消えるまで待ってちゃダメなんだよ。グリップの手前でできるだけもうねゼロカウンターぐらいでいけるようなそういう運転を心がける。まあサイドブレーキがないからフットブレーキのちょんちょんちょんっていうフットブレーキで荷重移動をかけるしかないんだけどね。難しいっちゃ難しいけど雨は面白い。雨になるとやっぱこうハンドルだけで曲がってた人がなんで曲がんないんだろうってことに気がつくよね。そこでどうやったら曲げるかっていう今度は技を見つければいい。フットブレーキで荷重移動をかける。あとはアクセルオフだね。中高速はオフでリアを動かしてやるっていうね、そういうのを雨の日走ってると勉強になるよ。あとはブレーキフルード変えないとダメだよこれ。皆さんもそうですけどミニサーキットならいいんだけどまあ変えた方がいいな。国際サーキットも絶対ドット4ドット5入れないとブレーキ奥まで床までつきますよ。これ今ノーマルのフルードなんだけどちょいやば。やっぱ国際サーキットだとねブレーキフルブレーキング使うからその辺は皆さんも気をつけてください。内圧上がってます。 1.89 リア 1.7 か73。リアもうちょい欲しいな。サイドブレーキついてればねこうやって温めるんだけどねサイドブレーキで。さあ2回目の走行2分29秒切れるか。いいねタイプ R ミーティング。みんな元気でいいよ。やっぱねタイプ R はこうでないといけないね。サーキットを走るために生まれた車だからね。やっぱ走り出しの雨18度はきついかも。
パー急戻しいいぞ。結構穏やかになる。まあ渋滞してるからタイムは出ないけど、でもね乗った感じはこっちの方が、雨の日ね、急戻しの方が穏やかになる。1秒ぐらい上がんないかなって感じ。フィーリングはいいんだよね。混んでて無理かな。まあでもさっきも混んでて29秒だからね、1秒ぐらい上がんないかね。ほんと KW は10キロ10キロでも跳ねない。穏やかにギャップを吸収してるよね。あら、リアルなやつ落ちてきたぞ。 1.73 1.81。リア温めるのにサイドブレーキ欲しいんですよ。レースの時もそうだけどさ、こう待ち時間が眠くなんだよね。さあ内圧は問題なし。 1.95 1.95 1.73 1.78。そう来るかい。まあ来てもいいですけど。
こっちの方が乗りやすいね。穏やか。いいんじゃないの。28秒9。こっちの方がこう動きが穏やかになってるから、10キロ10キロのそのダンパーを3戻しだとちょっとこうピーキーな動きになるよね。ロールを抑えちゃってるから。で急クリック戻しだと穏やかな動きになるから、こっちの方が乗りやすい。こっちの方がいいね。こっちの方がいいですか。穏やか、動きが。全然乗りやすくなりました。こっちの方が乗りやすい。全然雨は。改めてこうバネ上げたっていうことに関して言うと、いやこれで袖ヶ浦全然いけるんじゃねえかな、ドライも。まあ袖ヶ浦のドライを走ってまあ本当の判断ですかね。これでもストリートいけるわ。跳ねないもん、縁石乗っても全然いける。縁石全然いけるからさ。だから10キロ10キロで普段いけるわこれ。全然。まあこのくらいまでだったら大丈夫かなって思います。これ以上はさすがに。まあもう一個上のやつだろうね。そうですね。ちょっとまあうちとしても許容はこのぐらいまでかなって感じなんで。こんなもんだな。ドライでバランスがいいかどうかだな。ですね。これ袖ヶ浦一発走らせてみて。やってみましょうか。それからだね。28秒で。1秒上がった。タイムもそうですね。じゃこっちの方がやっぱ穏やか。まあ渋滞してるからね、そこら中。台数多いですからね。めっちゃ多い。という感じです。 OK です。お疲れです。タイプ R 大好き。 OK です。はい、ありがとうございます。野尻もう終了？いやまだいろいろあります。元気ですか？最近会わないですね。合わねえな。会わないですね。そうなんですね。そうだよな。寂しいです。何が寂しいですって。だから今相沢開拓です。お、はい。大きな拍手をお迎えください。こんにちは。はい、よろしくお願いします。あの漫画なんかシビックが悪役になってるから面白くねえんだよね。なんか必ず悪役なんだよね。やっぱさ、で今までのさ、シビックタイプ R に乗ってる人たちが FL5 に乗るとね、買い替えたくなる良さがあるんだよ。いねえじゃねえか。552台、全国から集まっていただきましてね、本当にこれをもっともっとどんどん盛り上げていって、ギネスに載せるようなイベントになるといいなと思ってます。また来年もよろしくお願いします。はい、ありがとうございました。 DKTV の皆さんと土屋さん、すごいサインの超長熱がありました。でも断らないんです。すごいです。はい、こちらです。ここでホイール先行で注文受け付けてますんで、F室の同じ G ベースで電気だろ。商品そう G ベースで。ありがたいことです。絶好でいいよ。